使い捨てのボトルやカップの底を見たことがあれば、おそらくこのマークに気づいたことがあるでしょう。多くの人はこれを見て、自分が持っているものはリサイクルボックスに捨てるべきだと思うでしょう。しかしこれらのプラスチックの多くはほとんどのリサイクルセンターで処理できません。実際世界中で毎年生産される3億6千万トンのプラスチックのうち、リサイクルされるのはわずか 9% です。わずかしかリサイクルされない理由、そしてこれらのマークの意味は何でしょうか。リサイクル問題は製造段階から多層的に発生しています。プラスチックの約 18% はいわゆる熱硬化性ポリマーから作られています。これらのプラスチックは分子の鎖が不可逆的な過強反応を起こし、材料が固まる過程で安定性を得ます。極端な条件下でも形状や正常な状態が維持されるという熱硬化性プラスチックの有用な特性があるために、大多数のリサイクル工場ではこのプラスチックを分解し再生できないのです。幸いにもほとんどのプラスチックは熱可塑性プラスチックなので、溶かしたり再成形したりできます。しかしこのカテゴリーには様々な材料が含まれ、特有の化学構造や重量、特性を持っており、それぞれが異なるリサイクル条件を必要とします。そのためほとんどのリサイクルセンターでは一部の熱可塑性プラスチックしか受け入れていません。そこで次に上がってくる問題は分かりにくいコードシステムです。1988年にプラスチック業界によって開発・導入されたこのマークは、消費者や施設がゴミを分別するのに役立つ方法として提案されました。それぞれの番号は樹脂と呼ばれるプラスチックの材質を示しています。ほとんどのセンターでリサイクルできる樹脂番号もあれば、そうでない番号もあります。しかしこのシステムでは全ての数字が世界的に認識されているリサイクル記号で囲まれているため、消費者はリサイクルできない多くのプラスチックにも再生のチャンスがあると考えてしまいます。また技術的にリサイクル可能な樹脂がゴミ箱に入っているからといって、その樹脂がリサイクルされるわけではありません。プラスチックには複数の樹脂が含まれていたり、染料や添加物が混ざっていたり、剥がすのが難しいシールやラベルが貼られたりすることも多くあり、これら全てが焼却炉やゴミ箱に送られる原因となります。要するに多くの企業はリサイクルを考慮してパッケージを設計していません。プラスチック樹脂は使用するたびにポリマーが劣化するため、未使用の状態でも溶かして再成形できるのはほんの数回だけです。これら全ての問題からプラスチックのリサイクルが不可能だと感じるのはあなただけではないでしょう。この現実は早くも1970年代にはプラスチック業界ではよく知られていました。広範囲にわたるリサイクルが経済的に実現可能かわからなかったにもかかわらず、業界は広告キャンペーンに数百万ドルを投じました。米国内ではプラスチック業界が静かに州政府に働きかけ、過半数の議員がプラスチックに分かりにくい樹脂コードの適用を義務付ける法律を採択しました。これに伴い増大するプラスチック廃棄物問題を解決する責任は業界から消費者へと押しやられました。今状況は悪化の一途をたどっています。これら全ての廃棄物を適切に分別するためのコストの上昇と、リサイクル可能なスクラップの国際的な買い手の減少により、多くの都市が居住区のリサイクルプログラムを完全に停止せざるを得なくなっています。では増え続けるプラスチック廃棄物問題をどのように修復できるのでしょうか。消費するプラスチックを削減すべきことは明らかです。プラスチック廃棄物の4分の1以上は包装材料によるものです。多くのメーカーは不要なプラスチックフィルムを段階的に廃止し、プラスチック製の容器やチューブをよりリサイクルや生分解しやすい材料に切り替えるなど、正しい方向への措置を講じています。残存するプラスチックに対する解決策の一つは、プラスチックの循環経済に向けて取り組むことです。つまり使い捨てのプラスチックを排除して新たな製造量を減らし、残ったプラスチックの循環をリサイクルにより継続させることです。このようなシステムは製造時にプラスチックを規制する政策に依存します。つまり製造される全てのプラスチックにリサイクルを妨げうる汚染物質が含まれないようにすることです。それまでの間、多くの専門家は現在の樹脂コード制度を廃止し、リサイクルの可否に基づく明確で簡素なラベルへ切り替えるべきと考えています。
これにより消費者は廃棄物をより簡単に分別できるようになります。さらに重要なことに、購入時に情報を得て購入の意思決定ができるようになり、最終的には未来のリサイクル社会実現に向け製造者にプレッシャーをかけることになるでしょう。地球の自然を守っていくことが世界中のすべての国や企業、コミュニティでもっと優先されるようにならなければなりません。これを実現するために私たちが今何をすべきか具体的に知りたい方はぜひ edo.ted.com/earthschool にアクセスしてください。